ちゃん心を開いて手をつなごう共生の架け橋みんなで作ろう廿日市から広がる世界の仲間文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そうはい、時刻は16時30分に着きました。後半はエイジャンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けております。メールアドレスは fm@761.jp ファックスは 0829310760 0829310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではエイジャンの栗林さんにバトンタッチいたします。はい、ご苦労様でした。今日のゲストはですね、もう本当に素晴らしい方でしてね、私はねここでお会いできて本当に嬉しい。ネパールのおしんファウンデーション代表の、兼校長先生でもありますね、ポカレル本田明美さん、ぜひぜひ後半もよろしくお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今天草のね岩下さん講師もね、待っていただいておるようですがね、よかったですよ本当にねやっていただいてます。はい。それじゃあですね、早速ですけども、エイジャンの方の宣伝もさせていただきましょう。先ほども申し上げたかどうか、私どもエイジャンというのは広島に住んでおられる在留外国人とのご近所付き合いのですね延長線上でいろいろなトラブル相談とか寄り添い、それから就学就労支援、そして避難所体験会ですね、そして交流の場作りなど、思いつく限り23年間やってきました。で特にね外国ルーツの子どもたちの就学就労のサポートというのは本人もそれから親御さんにもですねいろんなハンディもあってですね、我々にとって大変困難な課題が大きいんです。でこれがやっぱり外国でですね日本に来るまでにしっかり目標も定め日本語も勉強してこられたらですね随分違うだろうなとは思っていたんですけども、そうはいかないんでねいろんな立場の人がありました。ところで、本田さんは遠いネパールの地でですね、どうしてこの日本語の学校を作ろうとかですね、そういったいろんな背景動機をですね教えていただければと思います。実はですね私が言い出したことではなくて、もう19年前に亡くなった主人が実は日本からネパールに帰った時に日本語学校を始めようって言ったのがきっかけだったんですね。でそして名前もおしんがいいということで、やっぱりそのおしんのそのドラマのやっぱり気持ちがその根底にはあります。どんな時にも諦めない、そういう背景のもとに外国語としての日本語を子どもたちにも自分の子どもたちにも学ばせたいっていう気持ちもあってそこから始まったんですね最初は。そしてその後、ネパールの学生さんたちに日本語教育を始めることになって現在まで続いております。なるほどね。さすがですね。おしんは有名ですよね。いやおしんだから時々おしんさんって名前あるんだけどなと思いながらぴったりかもしれない呼ばれている時もあります。それでは早速おしんのね歌をですね一つ効果をですね一つご紹介ください。実はですねネパールには学校の校歌っていうのはなかなかなくて、それでやっぱり日本にはどの学校にも校歌というものがあるので、じゃあ校歌を作ってみようかなと思って実は AI にお願いをして自分の思いをそして学生たちがどんな時にあっても歌いながらこの曲を聴いてまたリセットしてくれたらいいなという気持ちで作らせていただきました。じゃあお願いします。朝の光が道を照らす小さな一歩が未来になる
違う言葉も違う夢もここで出会いつながってゆくおしんおしん学びの家心を育て手を取り合う国を越えて人を信じて今日の努力が明日を作る迷う日もある立ち止まる日もそれでも前へ進む勇気支え合うことで強くなる私たちは一人じゃないおしんおしん希望の場所誠実さを胸に刻み夢を仕事に仕事を誇りに世界へ羽ばたくその日までおしんおしん未来のために学び生きるこの場所からおしんおしん学びの家心を育て手を取り合う国を越えて人を信じて今日の努力が明日を作るHow to 日本暮らし。いやさっきのね効果とても良かったんですがどういうその生徒たちなのかなでまた日本とのつながりがですねどんなのか見通しを教えていただければと思うんですけど実はうちに日本語を勉強に来る子たちっていうのはもう高校卒業して今後日本に留学したいとか、日本に働きに行きたいっていう子たち、だから10代20代30代40代ぐらいの方たちもいらっしゃいます。なのでその人たちがやっぱり日本語のトーンをちゃんとこう流暢に使えるようになるためには歌は絶好の言語学習だなということで、よくカラオケもしますが、いや自分の効果もあったらいいんじゃないと思って学生たちに歌わせたいなということで作らせていただきました。ネパールの言葉は日本語となんか似てる語順がそうですね。比較的語順が同じで文法が同じなので学びやすいと思います。素晴らしい。はい。よろしくお願いします。はい。それじゃあですね、広報のちょっとお話の方に移りたいと思います。これですね。はい、廿日市ですね。広報廿日市8月これは各家庭にですね無料で配布されてます毎月。そういう中でですねちょっとこう、開いていただきましたら、4ページからちょっと、また6ページとかねあるんですが、何かと言いますとですね介護保険のサービスのことがねちょっと今回触れられています。介護保険これねやっぱりこれから在住外国人もね無縁なことじゃないんです。40歳以上これは入れるわけですからね在留期間が3ヶ月を超えて住民票がある外国人でしたら40歳以上はこの国籍に関係なくこの日本のこの保険
入れる、保険料を払ってですね、保険のサービスを受けられるということですね。だから中には高齢者おられる場合もね、家族で一つ気配りをして、廿日市ですと地域包括支援センターが5カ所ありますから、はい、自分の所属するいうか地域のね、そういうところへ相談してください。これを真っ先に申し上げたい。介護認定がね、出てからじゃなくて、もう出る前、事前相談をね、それが時間かかるから早く、はい、事前にやってください。いろんな面でね、有利ですから。ですね。はい。そのことが一つ。それからいつも申し上げてますけど、この開放の広報のですね、一番後ろにまたやっぱり端っちょに目の不自由な人などのためにということで、広報廿日市、テキスト版の音訳版、これのことが書いてあります。広報廿日市、ホームページ開いたらね、音訳で自分の聞きたいところだけ音声で聞いてくださいということを申し上げます。そういうことで、広報のお話はいたします。で、次がですね、ご報告ということになりますけど、当然8月6日原爆の日、広島市内中心に多くの展示会イベントが催されておりました。私もはしごをして回りましたんですけどね、戦後81年の今改めて世に問う展示とか証言、これに圧倒されました。原爆投下というですね、最悪の戦争犯罪の被害を受けたのは日本人だけではなくって何万人ものですね、朝鮮、在日のですね方や留学生の方もいらっしゃったということなんですね。一方ですね、日本も中国の満州などでですね、いろいろ生体実験を、戦争だからということなんですが繰り返してきた事実も分かりました。こういうことをね、真実に向き合う姿勢というのが世界の信頼を得る道だと思います。一転してですね、楽しいイベントもありまして、旧日銀広島支店で開催されていたのが平和と美術と音楽という、こういうことでですね、そこで本田さんにお会いしておりまして、でケサップさんもおられましてね、久々に、ネパールの伝統舞踊を踊っておられました。そこで岩下さんにもお会いしたんですけどね、こういうどういうことで行事に参加されるようになったのか、ちょっと背景を教えてください。実はですね、私の友人の方から、8月6日にこういうイベントをするんだけど、うちの顧問のサプコタ、今ケサプさんって話がありましたけど、サプコタケサプの方に出演依頼がありまして、オシンファウンデーションとしては文化活動の一環としてぜひ参加させていただきたいと思い、顧問のケサプサプコタと教え子さんの2人が一緒に参加して、最後はみんなでネパールの踊りを踊りながら終わったっていうのがそういういきさつで今回のこのイベントに参加させていただくことになってきた次第です。なるほどね、はい、素敵ですよ、踊りは面白いですね。私も踊りたかったんですけどね、中入ってそうですね、最後は盛り上がりましたね。そういうことで、この G7 サミット、それからノーベル平和賞受賞ということを機会にですね、外国人の広島詣が増えてましてね、もうどこにもここにも外国人ばいで、今こう腹を据えてですね、広島が世界と向き合うという時代に入ったと思います。ちょっと私事ですが短歌を一首紹介いたしますと、千年の都をしのぐ万年の平和の首都を築け広島。これは京都の生まれ育ちの私が作った歌でございます。広島こそ平和の首都となってほしいです。さあ、そこで本題のネパールの日本語学校に戻りますけども、どのような経緯でですね日本語学校ができたのか、先ほどちょっとおっしゃってるんですが、もっと生徒たちがですねどういったところに、目指しておるか、どういうところに問題点というかな、ハードルがあるのか、細かいところかも分かりませんけど教えていただきたいし、昔ネパールでラジオ番組もやっていらっしゃったんですね。どういうことで、そのネパール中の
NHK に匹敵するようなラジオだと思うんですが、その辺のことも教えてください。はい、先ほどちょっとちらっと話したようにおしんっていうのは主人がまずはスタートさせて、彼は実際にちょっと私に意思を引き継げという言わんばかりに、亡くなって今現在に至ってるんですが、おしんファウンデーションとしてはですね、日本に行けるだけじゃなくて、日本に行って生活する上で困らない文化とか生活とか、やっぱり日本人の考え方、少なくても本当に皆さんがお隣の隣人っておっしゃるように、隣人としてちゃんとその日本のことも理解した上で隣人になってほしいなっていうのがおしんの一つの願いで、現在にも至っています。そういう気持ちで家族を送り出すような形でさせていただいています。今現在は留学生だけではなくてですね、特定技能っていうカテゴリーで、就労を目指して行く学生さんも増えましたので、もっとさらに言語力が必要だし、そういう常識的なものが必要だなと思っています。これはやっぱ送り出し期間と受け入れ期間とですね、そういったものをやっぱり設定しないといけないと思いますけども、そこはもう進んでるわけなんでしょうか。そうですね、それは国自体のルールに基づいて、ネパール留学生は従来日本語を勉強して日本語学校もしくは大学でその申請をしたりして日本に留学してきます。特定技能の場合はまず自分で日本語の言語能力をレベルが N4 っていうレベルがあるんですが、その言語のレベルとあとはカテゴリーの試験を受けた後にそれが合格の基準でその後就労できる、で日本とのマッチングで会社とのマッチングで面接を受けながら就労が決定し日本に来るということです。ぜひ広島の方にも、来ていただきたいですね。それはちょっと今、これから今後動きたいと思ってますので、受け入れ期間もねいろいろありまして、福山にもちょっとお邪魔させていただいて、そうですか、あそこもね進んでいろいろ取り組んでおられると思います。お話しさせていただきました。それでですね、ちょっと先走って言ってしまってあれなんですけどね、私忘れちゃいけないのがこのネパールのネパール三有志と言いたいんですけども、4年前にね開田の学校専門学校へ来られてそしてそれから進学あるいは就職していった3人のネパール人いたんですけどね、その3人はですねその開田へ来て1週間も経たんうちにJR の駅にですね日本人のおじいちゃんおばあちゃんが車椅子ごと倒れてたと、で JR の電車のチンチンと鳴る音がですね、JR ですけどそういう時にねバーッと線路に行ってですね電車の様子を見る人と救助する人と分けてね、もう見事に救出したんですよ。私はそのことをね新聞で知って、その学校のことは知ってましたからねエージャンとして推薦しました。そしたらね大きな賞をもらってね3人名誉のねあれになられたんですけど、ところがその若者がですね、やっぱりあれで逃げとったら男としてつまらんと当然のことをやったまでだという言い方をね、皆揃ってする、これがねネパール人にはそんな寄付があるんかなと思って驚いたんです。そうですね、ネパールでは野じ馬ではないですけど、何かが目の前に起こった時にはみんなああだこうだ考える前にすぐに動いてるんですよ。もう助けに行くとかバイクを起こすとか人を起こすとか、だから人に関心がある、人に興味がある。そうですね、それ感じます。私が旅行行った時ももう道で聞いたらいろんな人が来てそうですね、教えてくれたりとかね本当にそれが人がね、いつも知らない人でも声かけてくれるので逆にそれはありがたいなと思います。なるほどね。通常のことです。人を助けなきゃじゃなくて、自分のおじいさんだったらおばあさんだったら、本当に家族の一員として、そういうふうな行動を
やっぱりええしているんだなっていうのは、うんネパールに24年住んでいて、そうですか。やっぱりそれが当たり前っていうのは素敵なことだなと思ってます。それがなぜか徳之島と似てるんですああ、そうなんですよ。井戸も似てますし、はい、文化とかそういうのもよく似ておりですね。ます。ご出身の徳之島ですね。徳之島のはい。ということで徳之島のですね。音楽を紹介をしてくださいますか。はい、実は私は徳之島というところで生まれ育って、そして外国に行くことでやっぱり徳之島のへの募る思いがあったので、ちょっと形にしてみました。はいそれが徳之島の香りっていう曲になりました。海はいつもそばにある、優しく寄り添い包んでくれる、笑う時も泣く時も変わらずここにいてくれる。朝日は昇り夕日は沈む、今日も一日ありがとう。波の音に身を任せ心ほどける徳之島。高い山はないけれど目指す心はここにある。寝姿山は母のよう命抱いて眠ってる。静かにそっと見守られ私たちは歩いてく。山に向かい手を合わせありがとうとつぶやくよ。手つかずのままのこの自然、飾らなくてそのままで、森の匂い風の声懐かしさが胸に来る。何もないけど全てある、大切なものここにある。深呼吸して感じを生きているよ徳之島。紙焼きの土の色語りかけるよ昔の声、流れ着き時を超えて今に生きる。名もなき人の足跡が島の力になっている。受け継いでいくこの想い、ふるさとはここにある。ノロやユタの祈りの橋、今もそっと続いてる。集落ごとの祭りの日、神様と手をつなぐ日、見えないけれど感じてる、守られてるこの島で手を合わせて歌おうよ。ありがとう徳之島。徳之島、海と山と生きていく。徳之島、ここが私のふるさと。徳之島、広島でええじゃん。まあ何にもないけど全てあるいう徳之島、い素晴らしいじゃないですか。その通りでございます。何もないですけど、はい、素晴らしい曲をね作られたんですね。ありがとうございます。あと何か物足りない今まで言い足りなかったことをね付け加えてくださったらあはいりがたいですけど、オシンファウンデーションとしては今後も留学とか、就労に関して、今後も
活動を続けていきます。皆さん広島県内の方々、そして広島でぜひうちに来てくれないか、うちで働いてね、広島の県内で廿日市市でぜひネパール人を雇用したい、また留学生を希望している方がいらっしゃったら、お力になりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。いや私もねハグマさんには及ばんのですけども、アジアの各国を回りながらね、辺境のところにも行ったりした、いろんなところでね見たらやっぱり、ね、昔の日本を意識してね冷たい目線もあったけど、でもやっぱりねいろんな陰徳というかね、そういう日本人が一人でもなんか立派なことをねやってるいうことをねよく聞かされるんです、現地の人からこういうことがね本当嬉しかったですよ。今この、本田さんがそれをしとられるなと思ってですね、私は生きてる限りなんかできればと思っています。いやいやもう本当にでも今本当ネパールとそれから徳之島をこのセカンドオフィスみたいにしてね、行ったり来たり、そういう大丈夫ですか？はい、なってるので二拠点生活が整ってるので、流行りの二拠点生活ですね。そうです。はい、今後もまた頑張っていきたいと思います。まさにローカルかつグローカルっていうことでですね。ありがとうございます。やっぱり私の感じたのは本当に日本のね側から来たらよくわかんない人が来たっていうね、働きに来てるってね、いう人もいるんですけど、やっぱりその送り出す人たち、向こうの家族だったりとか、語学学校のね家族同然にね送っている人たちが応援している人たちが来るってね、よく分かりました。ぜひ皆さん温かい目で見守っていただけたらと思います。そろそろですね、終わりの時間に近づいてきてましたので、改めましていや本当にご苦労さんでありがとうございました。本当に彼はね待ってくれてるんですけど、この番組はですねこれをベースにして今録画してるんですが、 YouTube で多言語配信したいと思いますので、またAジャン SNS でご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは本日はですね、ゲストのですねオシンファンデーションのポカレル本田明美、ありがとうございました。ありがとうございました。ナマステ。